マックスボスです。おはようございます。おはようございます。じゃあ今日は車両紹介をボス一人で撮っていこうと思います。車両は46のナックルナッコ FL ナコですね。はい、こちら紹介していきます。お願いします。じゃあ車両紹介ということで、はい、こちらは 46FL、もうこれもアメリカでショップのオーナーさんが、はい、自分で組んで乗ってこうかっていうところでほぼバラバラだったものを、入手して、でこちらで、熊さんがオーバーホールして、はい、でお客さん仕様に、しながら組んでいったっていう感じですね。もともとはお客さんがもうちょっとカスタムするっていう感じで、はい、色を車外の色で、好きな色で、はい、ブルー系だったかな、塗ったりしたいっていうことでしたけど、後半になってとある写真を1枚、はい、送っていただいて、はい、もうこれにしびれたからこの仕様に、近づけてくださいっていうことで、はい、そこからちょっと変更しつつ作っていったって、もともとこう例えばカニライザーとかハンドルもこういったタイプじゃなく、もうちょっとこう何ですかね、カスタムする予定だったんですけど、当時のアフターパーツを使った仕様でボバを作るっていう感じになりまして、変更しましたね。ボバースタイルですらなかったんですか、最初は。そうですね、どっちかっていうとロワードチョッパー的な感じで、あまりこうカリカリにせずに、ちょっとこう、大人チックにっていう感じでお題をもらってて、でボバーにって感じですね。でその際に例えば、このシートとかその辺はお客さんが自分で、要は持ち込まれて、これをつけてくださいっていう感じで、送られてきたものですかね。これとあとメーターの純正2つ送ってきましたねそれはどうすればよかったんですか、2つ来たメーターは。1つ目のメーターがダメで、2つ目もダメだったので、とりあえず1つ目の方がまだ、使えれるんで、とりあえずこれに戻して、で2つ目のメーターはまた、お持ち帰りになるっていう感じで、でこれもまたオーバーホールするとは言ってましたね。あとはスタイル的にはマフラーをメガホンの若干アップスイープで上げて純正エアクリカバー、もともと黒いやつだったんで、そのまま残して黒に似合うかなと。でちょっとね、力入れたのがお客さんがやっぱりやれた感じで仕上げてほしいっていうことを言われていて、で一応僕塗装の出なんで塗装に少しこだわって、やっぱり当時の塗装に見えるようにするのって、塗膜って言って、塗装のこの薄さっていうかね、厚みというか、それをね薄くやっぱり塗れれば塗れるほど当時っぽく見えるんで、この塗膜をねとにかく薄くなるように、確か正午に塗ってもらったのかな。こういうふうにしてああいうふうにして塗ってみてっていうふうに言って、で出来上がった感じで、もうすごく自然な感じが出て、そうですね、カメラでどのぐらいこう伝わるかわからないですけど、だから塗装としてはじゃあ、どんどん近年に向かって進化するほどより綺麗により強くなるためには、やっぱりいろんなことして塗膜は厚くなってっちゃっているってことですよね。でね、またこの頃の塗膜はすごい薄くなってるんで、でもねこの当時のやつは、なんていうのかな、こう厚さが見えないっていうのかな、なかなかうまく表現できないけど、でそのように見えるには、クリア、黒だからやっぱクリアちょっとのせたいんで、クリアをやっぱテラテラにしちゃうと厚みに出ちゃう。それを薄く見える方法でとある
技術をはい正吾にこれでこういうふうにやってこうしてみてっていうふうにやって出来上がったもの、いわゆるクリアと磨きでこれができてるんですけど、こういうふうに見えるんじゃないかなと思ってやってもらったのがやっぱそう見えたんで、まあ正解だったと思うんですけどね。ノーマルであればこういう塗り方が多分味があっていいかなって思う。それでまたプラス経年劣化で時間が経つにつれ、またどんどんいい味が出やすいっていうかね、またこっからだと。基本この車両はまあフレームはもう年式層のリジット純正ですね。でスプリンガーも純正、ドラム純正、ハブ純正、まあ、フラットボードも純正、そうですね、そんな感じですかね、純度の高いとこは。でカスタムポイントとしては、まあ、ヘッドライトを、まあ、ワンサイズ下げて、まあ、この辺のステーを作って、まあ、カニライザーアフターパーツ、トップティアアフターパーツ、まあ、フランダースチックなまあ、ハンドルも一応まあちゃんとスロットルと振覚と両方ついてますね。でこれがスプリンガー用のまああれですね、ミラー、これあくまでもこの時代のリプロですけど純正スタイルですね。じゃあ初回はそんなところっていうことで、時間の都合で若い衆に、乗ってもらいます。かけて乗ってもらってということで行ってきます。じゃあ商談の時の話を聞かせてください。こちらは千葉県の、M 様、もうナックル一本で最初電話でそうですね、何回かやり取りを、商談に来られる前には電話でずっとやり取りをされて、で、一旦ちょっと時間が空いて、でやっぱり買いたいよっていうことで、それで進めていって、先ほど言ったようにちょっと違う仕様だったんだけど、ボバーで仕上げていきたいっていうことに変更されて、とにかく仕事がお忙しい方で、商談以外で一度だけお見えになって、でその時にまだ出来上がってたわけじゃなかったんでお話だけして、でまた電話のやり取りをずっとして、で来られずに結果じっと待っていただいて我慢して待っていただいて、でもう近々納車にこぎついてきたという感じですかね。オールドマックス。こちらの方、オーナーさんは何歳ぐらいの方が多分ですね、まあ私よりもは年が少し若いと思うんですけど、まあそれでももう落ち着いた年齢の方だと思いますね。これ、ナックルを買われて
これから乗っていくっていうことですごく古いエンジンだとも思うんで、なんかナックルを所持して乗っていく可愛がっていくことについては気をつけた方がいいこととか特にはありますか？やっぱりまあ年で言うと70歳80歳ぐらいになるのかな、80歳ぐらいなんですね。まあショベルの人たちが50歳前後だとすると、やっぱりもう1世代、2世代近く違うわけですから、やっぱり進化していくショベルに比べていけばやっぱり熱だれがやっぱしやすい、まあ、私もやっぱナックル乗ってて夏場はやっぱりちょっと気をつけないと、冬場は全然まあ気にしなくても、いいかなっていうところですけど、夏場だけはやっぱりちょっとこうアイドリングで長く放置してたり、まあ渋滞にはまったりっていうのは、まああまり好ましくないですね。じゃあショベルよりは一段階やっぱり弱いものとして考えるというか、いたわるものとして、スピードもちょっとやっぱ抑えめで、まあそのねスピードをこうトルクかけながらゆっくり走る方がいい音するんでね、なんかとことこ走る方がなんからしいというか、やっぱナックルの良さというか出ますよね、バーッと走るよりね。そうですね。そういういたわりを入れながらであれば、まあ本当に半永久的に乗っていけれるバイクだと思います。オイル交換まめにしながらということで、分かりました。じゃあエンディング撮っていきます。M さん、もう少し調整を熊さんの方がして、納車になっていきます。もう少々お待ちください。この動画が面白かった人、グッドマークと、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。オールドマックス。